彼女たちには共通点がある。女神フィナの寵愛は蝶のように移り気である。生まれ変わりの母はやがて人を氏に変えてしまう。ベルカは罪と裁きを司るが、裏では犠牲の儀式を行う。慈愛の神クアトは人を絶望へ導く悪神ともされる。封印とともに人を導いたイザリスはやがて混沌という最悪を生み出した。彼女たちは言うなれば二面性がはっきりと示されている女神なのです。誰にだって良い面と悪い面があるものだとは思うのですが、ただ私には彼女たちがどうにも他人には思えません。前回の動画では絵画世界の修道女とベルカ、そしてロザリアの関連性について言及しました。今回はこの女神たち全員に焦点を当て、共通点を探り、その正体を暴いていこうと思っています。ではまずベルカとイザリスの魔女の共通点から見てみましょう。一つ目はどちらも魔女ということですね。ベルカは黒髪の魔女ですが、イザリスも7人娘のうちの2人が黒髪であることが確認できるので、お母さんも黒髪だったのかもしれません。またベルカは異端とされていますが、異端の定義は我流で学んだものだったり、一子相伝の技術を指すようです。であればイザリスも異端ということになるでしょう。そして魔術の祖はシースですから、2人は彼から魔術の基礎を学んだのでしょうか。イザリスの魔女といえば炎の魔術に精通していたことで知られていますが、ベルカも炎に通じています。なぜかというと、彼女は古今あらゆる秘技に精通していたからです。すごいですね。テキストに秘技と記されている技はいくつか確認できます。なので必然的にベルカはこれらに精通していたことになります。この中に大きな炎の種火と注ぎ火の秘技があるのです。皆さんの国の言語版だとどうなっていますかね。そういえばイザリスの呪術書を手に入れたコルニクスはこんなことを言っていました。Heed my words, unkindled one. Fear the fire. The home of pyromancy, Izalith, was scorched by the very fire it created. Undoubtedly, it was a flame of chaos, tangled by a witch's hand. But who's to say that this bonfire's flame is any different? 彼はイザリスの魔女や混沌がかがり火を生んだ可能性を示唆していますね。そしてベルカはその炎を大きくする秘技に通じ、それは白教に秘密として伝わっている。どういうことなんでしょうね。次はクアトにスポットライトを当ててみましょう。深みの聖堂の外には顔を覆い落胆するような女性像がたくさん飾られています。彼女は泣いているのでしょうか。私はその姿から涙の女神クアトを連想しました。この像がクアトであるなら当然深みの聖堂に縁があるということなのでしょう。まあそれは置いておいて、ベルカと彼女の共通点を見てみましょう。まずはどちらもカリムにゆかりある女神だということです。ベルカの教会士のオズワルドさんはカリムから来てましたからね。またクアトの名が最初に登場したのはダークソウル2でしたが、彼女の涙だけは1の頃からすでに存在していました。であればその頃から彼女はすでにいたのでしょう。カリムとカタリナにゆかりある女神として。そして彼女の鈴がベルカと同じく理力補正の奇跡触媒だということも共通点として挙げられます。闇と相性が良いそうですが、偶然なんですって。
何が偶然なんでしょうか。そういえば少し話がはぐれますが、なぜ白教の子孫はグウィン王ではないのかと考えたことはないですか。子孫の地位に君臨していたのはグウィンの叔父であるロイドです。その理由はやはり白教が人を縛るための組織だったからそうしたのだろうと思います。グウィンドリンは大王の墓所を守っています。この場所に入り込んだ者は誓約者であれ即座に敵とみなされるので、結構重要な秘密だったのかもしれません。おそらくは棺に旅立つ前後でグウィンは世間的に死んだことになっていたのでしょう。そこにどんな物語があったかは不明ですが、その死が偽りだったことを我々は知っています。これから長い時を彼は焼かれて過ごすのですから。グウィン王に代わり白教という神々が人を縛る組織を統率する人物が必要でした。その大役を担ったのが彼の叔父だったのでしょう。太陽の長子は武力ばかりは父にも見劣りしなかったそうですが、他は評価されていなかったでしょうか。そして彼は何らかの問題を起こし、神であるすべての記録を抹消されたといいます。その後、父には彼を告げてアノールロンドを去っていったそうです。グウィンドリンは長子のことは好きだったでしょうか。少なくとも墓前に手向けられたそれをそのままにしていますから、兄に敬意を払っていたのでしょう。弟の彼は暗月の神であり、大衆を率いることには適さないとされたでしょう。そしてグビネビアも嫁いでいきました。つまり大王グウィンには白教出身となれる子息がいなかったのです。叔父が子孫となった経緯にはそういった事情もあったのかもしれません。ではロイドが率いた白教はどういう組織だったでしょうか。ロードランの時代、白教信仰が最も盛んだった国はソルロンドでしょうか。偉大なるソルロンドの孔子祭は法と階級の守護者であり、貴族でもあるそうです。すごいですね。彼らの豪華な盾はかっこよいけれど重くて性能は今一つです。この国のタリスマンはとても優秀です。なぜなら加護により信仰によらず高い修正値を得られるからですね。たとえ信仰心が薄れてしまった貴族がいても安心ですね。聖女たちの服装は地位によらないそうです。階級の守護の一環でしょうか。信仰心で変わるのは奇跡の威力だけなのでしょう。ロイドの騎士たちは人の世の英雄とされ、正々堂々と不死の回復だけを封じて戦ったといいます。呪われた化け物相手に遠慮なんていらないのでしょう。しかし身内から不死人が出た場合はこれは使命と変わります。使命のために彼らは選ばれた不死として注ぎ火の探索などをするという筋書きでしょうか。シンロイドは法の剣を司る神でもありました。ベルカの作った法を公で実際に運用していたのでしょう。その裁きはしばし決闘によって是非が委ねられたそうですが、しかしロイド騎士たちはそれを恐れたといいます。負けた方は全てを失ってしまいますからね。きっと彼らは争わない平和的な解決方法を模索したことでしょう。そんな白教の教えに満足できない者たちは自らの信仰を確認するために長い旅に出たといいます。それは白教という組織の自浄作用であると。満足できない方が浄化されるのでしょう。ロイドは神でありながら人というものをよく理解していたでしょうか。教義は分かりませんが、
白鏡を身近に感じてしまいます。かつての白鏡は相対的にはそういう組織であり、ロイドは効果的に人を縛ったことでしょう。それはグウィンの望みでもあったはずです。ただカリムの白鏡は少し違っていました。モーンがある女神に仕えたことから、騎士たちは生涯をかけて聖女に仕えるという教えが浸透していたからです。ロートレクもイーゴンも病的なほどにその使命に忠実でした。その騎士道精神は時に国を越え、なぜかロンドールにまで及んでいたようです。そしてロイドの白鏡は没落しました。カリムの司祭たちは声高にロイドは地位を戦勝したと主張しています。白鏡の司祭たちがそう言うのですから、当然ロイドの代わりに別の神が台頭したのでしょう。それがおそらく彼女なのでしょう。ベルカはあくまで白鏡をサポートする暗月の神ですからね。モーンはクワトに仕え、大司教の使徒として全ての弱き者を慰めるための力となったといいます。大司教の座に神であるクワトがついているのですから、実質彼女が最高権力者だったのでしょう。少なくともカリムでは。彼女は本来の指針は大王グウィンだと主張したでしょうか。それは全くもって正しく、そして余計なことだったでしょう。彼女は大義名分を掲げ、その地位をせしめたのです。笑いをこらえているようにも見えてきますね。ところで、モーンが仕えたのはクワトだとはっきり書かれているのに、なぜもう一方のテキストでは事実を濁したのでしょうか。不思議ですね。そしてもう一つ気になる点が、モーンは明らかに人ではないことですね。彼をかたどった兜がこれなのですから、彼が人ならざるものだったことは明らかです。彼は何者でしょうか。デーモンやカラス人の類か。まあどちらだとしても、異形の存在を従える彼女たちとの共通点と言えるでしょう。魅力を糧にする奇跡触媒はもう一つあります。白母のタリスマンですね。もちろん闇と相性がいいですね。白母の国とはルカティエルのいたミラに近い国でしょうか。どこかアノールロンドの流れを組んだ国であるような気もします。白母の騎士たちは名もなき月に仕え、魔力と闇に対する。しかし闇に近いタリスマンを持ち、それを戒めとする。名もなき月とは業の深そうな存在です。ところでこのタリスマンはグウィンドリンのくれるそれとどこか似ていますね。では名もなき月とは彼のことでしょうか。おそらくは違うでしょう。彼は信仰を魔術に変える男ですので、このタリスマンの性質とは反対です。何より彼は戒めにされるような男ではありませんからね。タリスマンとは祈る神の一部であったり、その衣服や身近なものを再現したものが多いようです。このタリスマンも彼女のベッドの柄によく似ています。彼女に舌を捧げると白母のシーリスに本気で怒られることも含めて、名もなき月との共通点と考えられるでしょう。彼女は何をしでかしたでしょうか。まあ実子に舌を抜かれるような人ですからね。よほど喋らせてはいけない母だったんでしょうか。最初の子で母に悩んでそうな人なら2人くらい知っていますが、関係あるんでしょうか。この人を知っているでしょうか。
ドラングレイクの不死形状にある石像で不死の闘技場への案内人です。おそらくは血の神であるというドロマさんなのでしょう。彼女もまた彼女を連想させる神の一人です。でもよく見たらダンディーですね。この時代ではかつての神の名の多くはすでに失われていたそうです。何せ大王宮院のナスら残っていない時代ですから、性別なんてのはあってないようなものでしょう。きっと彼らは望む神の姿をかたどったでしょう。すなわち闇霊にふさわしい神の姿を。ドロマの使徒たる小さなグレイネンは闇霊製薬の契約手であり、赤いサインロウ石を売ってくれます。赤いサインロウ石はダークレイスでありながら侵入先の承諾を得るという、ある種の騎士道精神を持つ者たちのアイテムです。1でこれが拾える場所はエレーミアスカイナの一番高いところ、そして3の深みの聖堂ロザリアの寝室の前。闇霊を象徴する神という線で彼女たちはつながっています。そしてこの像は法の象徴ともいえる天秤と死神のような鎌を掲げています。グレイネンも混沌の呪術や三日月鎌を譲渡してくれたり、闇術を使ってくるなど、ドロマはベルカやイザリスを連想させる要素が詰め込まれた神と言っても過言ではないでしょう。ロートレクはカリムの騎士ですから、フィナもまたカリムの女神の一人と考えられます。3人も有名な女神がいるなんて、カリムはすごい国ですね。フィナについては情報が少ないですが、それでも他の女神たちとの共通点はあります。一つはロートレクがクアトの赤い涙石を持っていたこと。しかしフィナの寵愛のために全てを捨てた男が別の女神の涙石をはめているというのはなんだか妙な感じですね。もう一つは彼がカリム騎士であることがそのまま共通点になっていますね。ただしこれも消せない点があります。モーンがクアトに仕えたことがカリムの騎士道の源流とされていますが、この情報は正しいのでしょうか。本当はロートレクこそがそのカリム騎士道の源流ではないでしょうか。ロードランの時代、マダロイドは金貨でしたから白教主神の座についていたはずです。モーンが大司教の使徒となったのは彼が失脚した頃ですから、ロートレクとフィナの関係の方が早い気がするんですよね。まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいのですが、もしロートレクの方が先だったなら、クアトの正体が実はフィナということになって、彼女の寵愛がロートレクからモーンに移ったことになり、ロートレクの哀れさの一端が浮き彫りになると思っただけです。茶番はこの辺りにしてそろそろ締めに入りましょうか。深みの聖堂内の彼女の像はなぜか赤い布で覆い隠されています。入り口には司教たちに隠された彼女に対し祈る者がいました。居場所なき忌み者たちの母と。改めて彼女たちをつなぐ共通点を線にしてみましょう。イザリスとベルカは異端の魔女であり、炎とかがり火の秘技に通じている。クアトを含め彼女たちは異形の存在を従える。ベルカとクアトと名もなき月は威力を奇跡の糧とし、闇と相性が良い。ベルカとクアトとフィナはカリムに縁ある女神。名もなき月のタリスマンはロザリアのベッドに似ていてシーリスが切れる。フィナとクアトには生涯をかけて仕えたカリムの騎士がおり、あるいはロザリアにもそれがいた。ドロマは天秤を掲げる闇霊たちの神であり、グレイネンは魔女の呪術を複数持っている。ベルカと修道女は絵画世界に縁があり、
エールは忌み者たちの母に祈り、モーンは弱き者たちを慰める力を授けられた。深みの聖堂には泣く女の像とロザリアがいて、絵画の邪教は深みの起源と考えられる。そしてベルカとロザリアの髪質が同じ。一人一人の共通点は何気ないようなことでも、全員をつなぐととんでもないことになります。特にベルカは全員とつながってしまいました。あと他に共通点があるとすれば、ベルカもイザリスもロザリアも目元を隠していることでしょうか。というか、ほぼ全員の人相がはっきりとしていないですからね。なので私は思いました。もう全員同一人物でいいじゃないかと。もちろん別に同一人物でなくても良いですよ。例えばイザリスの娘たちのように彼女たちが8人姉妹だとしても何の問題もないでしょう。ただ同一人物だとすれば物語が幾分シンプルになり、そこから見えてくる物語が確かにあるのです。実はこの考察シリーズのメインテーマは鏡合わせの女神たちの物語なのですが、女神は本当にただの鏡写しだったんですね。そして彼女は名を変え、容姿を変え、世界中で暗躍した。そういうストーリーが見えてきます。では何のために彼女はそうしたのか。無論神として弱き人のために彼女は行動したのです。反逆の王立て、黒い鳥は死を告げる者として忌み嫌われるが、レイムはそれをあえて好んだという。神の作ろうとする秩序を壊してしまうもの。グウィンがフラムと取み、人を縛って己の火を継がせたように、彼女はカースと組み、亡者を率いてグウィンの火を奪おうとしていた。太陽の光の神と暗い月の神の戦い、そんなものがかつてあったでしょうか。少なからず人によってそのいさかいは継がれています。それはすなわちダークソウルのメインテーマと言っても差し支えないでしょう。人とは聖者であるのか、亡者であるのか。人の犯した最初の罪とは何だったのか。そのくらいソウルは火であるのか、闇であるのか。この物語は全てが対となっている可能性すらあります。そうである場合、重要なピースを抱え込んでいるのが彼女です。まあ二面性の女神ですから、ただ世界を引っかき回して面白おかしくしたかっただけかもしれませんが、彼女が何を考えていたのかは、おそらくこの物語の一番暗く深いところに隠されているのでしょう。そんな気がするのです。さて、一通り話を終えました。これでようやく鏡合わせの物語の話に戻ってこられるでしょう。レオナールとゲルトルードの関係性の話に、女神の魂の秘密に、赤と青の物語に。